皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナ情勢を通して学ぶ戦争と原子力発電所の今と未来について解説を行います。日本から見るとウクライナの戦場はどうしても物理的に遠い場所で行われている戦争です。しかし、そこで何が行われてどのような状況にあるかを知ることは、日本も学ぶことが非常に多くあります。このチャンネルでは主に軍事面の話として様々な話題を取り上げていますが、電気についてもこの戦争から学ぶことがあります。現在ウクライナにおいては南部ザポリージャ州にあるザポリージャ原発がロシア軍により占領されてしまっています。この事実をもとにして日本国内で原発はとても危険なんだから戦争が起きたらどうするんだ、日本では原発を廃止すべきだというような意見を言う人たちがいます。しかし、これは間違った情報に基づいて考えた間違った結論です。このような間違った情報をもとにして発言すると、現実とかなりのズレが起こることを今回は解説していきます。その最初の一例としてはトランプ大統領の動きをご紹介します。トランプ大統領の間違った発言について話す前に、まずは外交上の動きをご紹介します。産経新聞、トランプ氏、血の海を止める。プーチン大統領と19日に電話会談。ゼレンスキー大統領とも協議へ。トランプ大統領はロシアのプーチン大統領と19日に電話会談を実施すると表明した。ウクライナの和平に向けて停戦や貿易について協議する。会談後にはウクライナのゼレンスキー大統領とも電話で会談する方針。トランプ氏はプーチン氏との電話会談の目的について自身の SNS で血の海を止めるためだと強調。願わくば実りある日となり停戦が実現し起こるべきではなかった戦争が終結することを願うとした。16日にトルコ・イスタンブールで行われたロシアとウクライナの直接交渉では領土や安全保障面での隔たりが埋まらず対立の根深さが改めて示された形となった。トランプ大統領は FOX ニュースのインタビューで私たちは対面で会う必要がある。他の人たちをプーチン大統領に会いに行かせることには疲れたと主張。この仕事をやれるのは自分だけだと思うと語っていた。と、このようにプーチン大統領と自分が話し合いを行えば、ウクライナ情勢に進展をもたらすことができると話しています。今の状況でトランプ大統領がいくらプーチン大統領と話し合っても停戦協議がまとまるとはとても思えません。トランプ大統領に代わってからウクライナに対する軍事支援はやめてしまいましたし、その分だけロシアに対する圧力は減少してしまっています。今まさに軍事侵略をどんどんと進めていきたいプーチン大統領にしてみれば、抑えつける力がないようなもので、口先三寸でトランプ大統領を翻弄することが今はたやすい状況になってしまっています。そして、ウクライナを批判し、ロシアに対して非常に好意的な考えを持つトランプ大統領は、そもそもウクライナ情勢に関して間違った情報や認識といったものがかなり根付いてしまっています。例えば FOX ニュースのインタビューの中でこのように発言しました。トランプ大統領、もしプーチンが戦車をあちこちでぬかるみにはまらせていなければ、ロシア軍は5時間でキーウに到達していただろう。これは2022年当時、ロシア軍が全面侵攻を開始した際に、ウクライナの首都キーウに向かって進軍しました。その時のことについての言及でしょう。しかし、トランプ大統領の認識はかなりずれまくっています。というのもそもそもどこかのぬかるみにはまっているような状況ではありませんでした。当時を思い出してほしいのですが、ロシア軍は舗装された道路を通って多数の戦車や装甲車がウクライナの首都キーウを目指して進軍してきました。それらは決して何か泥沼にはまって動かなくなったわけではありません。ウクライナ軍が迎撃戦闘を行ったためにその足が止まり、その車列は最長で40キロもの渋滞を引き起こしました。これはロシア軍が攻撃を受けたから止まったものであり、決して何か自然現象として立ち止まったわけではありません。この発言を聞いたウクライナの人たちからは、なんでそんなことも知らないのだとツッコミが入っていました。ウクライナ軍の反撃によって首都キーウに向かう道路には数々のロシア軍の軍用車両が鉄くずと化して残されていきました。と、このように何か話をするときにその前提条件となる情報があからさまに間違っていると、
その結論もおかしな話になるという実例でした。では、戦争が起こると原子力発電所が攻撃されてしまう。だから日本も原発を廃止すべきだという話、何が間違っているかについての解説をしておきます。まず最初に実際にウクライナで起こっていることは、危険だから原子力発電所を廃止しようではなくて、原子力発電所を増設しようという動きが実際に起こっています。ウクライナ、失われた能力を補うために4基の原子力発電所の建設を開始。ロシア軍による本格的な侵攻が始まる前、ウクライナの電力事情としては、おおよそ 55% 程度が原子力発電所が電力負担を担っていました。主な原発としては、ザポリージャ原発、その他、南ウクライナ原発、フメルニツキー原発、リウネ原発といったところがあります。ロシア軍は南部ではザポリージャ原発を占領、今も続けているわけですが、だからといって原発を完全に破壊するような攻撃は行っていません。一方でロシア軍はウクライナ領内の火力発電所や水力発電所については長射程のミサイルを撃ち込むなどによってかなり破壊しました。そのためウクライナの電力事情は悪化。今ではそれほどではありませんが、冬の時期などにおいては小型発電機を購入して停電に備えるといったことが日常的に発生していました。電力事情の悪化したウクライナはむしろ原子力発電所を増設するという選択肢を取っているのです。去年2024年の産経新聞の記事より、ウクライナ増設計画の原発を公開、準備は万端。日本からさらなる支援協議している。ウクライナ国営原子力企業エネルゴアトムは4基の増設計画がある西部フメルニツキー原発を報道陣に公開した。このうち3号機は約 80% が完成しているとされ、3年以内の稼働を見込む。同社のコティン総裁は中断している3号機の工事にいつでも取り掛かれる状態。準備は万端だと語った。3号機が公開された日には、作業員らが老朽化した外壁の交換作業などを進めていた。ブルガリアからロシア製の原子炉を購入する予定で交渉を進めている。こちらの写真が去年の夏頃のフメリニツキー原発3号機の建物です。ウクライナで戦争がしている最中において原子力発電所を4基増設しようという話が進行中です。もともとウクライナにはソ連時代から原子力発電所の建設事業などが進められており、冒頭でお話ししたように、電力事情として半分以上原発に頼っていた状態でした。そしてロシア軍の侵攻により、南部のザポリージャ原発が占領を奪われてしまいました。しかし同時に、それ以上はウクライナ領内にある原子力発電所に対して本格的な攻撃は行われていません。というのも、原発というのは確かに攻撃されれば被害も大きいわけですが、同時に攻撃を受けたとしたならば、その報復としてロシア領内に対する原発もまた攻撃される危険性が生まれます。これはあたかも核兵器を持っている国に対して核兵器を用いて攻撃すれば報復として核兵器が返ってくるかもしれないと、そのように抑止力が双方に働くのと状況は似ています。お互い原発を持っているのに、片方だけが一方的に攻撃で終わるとは限らないのです。もしもロシアが積極的に原発を攻撃すれば、ウクライナはその仕返しとしてロシア領内の原発を集中的に報復攻撃する可能性があります。だからこそ、火力発電所や水力発電所が攻撃されても、その失われた電力を補うために原発を増設しようという結論に至っているわけです。ちなみに現在増設予定の原子炉は4基、うち2つがもともとロシアで生産されたものが他国にあるのでこれを購入しようという話。もう2つがアメリカのウェスティングハウスの作っている最新型で初めての西側製の原子炉を導入するという話も出ています。戦争の起こっている国において原発を作るとなれば、それを正気の沙汰ではないと批判する人たちもいます。しかし、ここまでで述べてきたように、攻撃は決して一方的なものではないだろうという話から、ロシアも迂闊に攻撃できないといった事情があることは考慮すべきでしょう。これは同時に日本においても同じ話があります。もしも日本の原発に対する攻撃を他国が行うのであれば、日本もその報復として同程度のものを狙うといった可能性は十分あります。ちなみにウクライナにおいて原発を増設することによるメリットは他にもあります。それはウクライナ国内の電力を安定させるだけではなく、電気を輸出することもウクライナの場合だとできるからです。日本だと周りが海に囲まれていて他の国と電力を融通し合うといったことはできません。
しかし、ウクライナの場合だと EU 加盟国と地続きですから、この電力網に今は接続しています。不安定な電力需要を支えるために他の国から電気を買うのではなく、原子力発電所を増設することによって、余った時はヨーロッパ側に電気を売るといったこともまたできるわけです。この部分についてだけはちょっと日本だと参考にできませんが、決して無計画に原発を作ろうとしているわけではありません。戦争になれば原発が狙われるぞという話は、少なくとも現在行われているロシア・ウクライナの戦闘においては全く当てはまらないといったことは押さえておくべきポイントでしょう。もちろん、占領できるのであれば狙ってくるということについては、また別の話です。ただし、日本の原発を占領するということは、それは敵軍が日本に上陸しているという、かなり側面としてはまずい状況になっているわけで、海上自衛隊や航空自衛隊の戦力を整えておかなければならない話となります。さて、合わせて世界の原発事情についてもお話をしましょう。自然エネルギーを推進する人たちの中には、例えば太陽光パネルは年々価格がどんどんと安くなっており、それをもってして発電コストは当の昔に原子力発電所を追い抜いて優位になっている。原発をこれからの時代作る必要なんてないと主張する人たちがいます。しかし、そのような発言は確かに一部当たっているものの、結論もまた間違っています。合っている部分としては、太陽光発電パネルの価格については、だんだんと値下がりしている。この傾向についてはその通りです。しかし、じゃあ原発がいらないかといえば、その結論は間違っていて、むしろ世界は原発を新しく作ったり増設したりといったことを行う局面に入っています。この事情には科学技術の発達とエネルギー資源の調達といった事情が関わっています。例えばヨーロッパ諸国においては、ロシアによるウクライナ侵攻に伴って天然ガスを頼るといった話を切り替えていかなければならない事情が生まれています。従来はパイプラインでつながって安く大量に入ってきた天然ガスを液化天然ガスの輸入に切り替えることはどうしてもコスト的には高くなります。また、自然エネルギーは確かに少しずつ低コスト化してはいますが、決して安定的な電源とはなっていません。偏西風を利用して風力発電を大規模に取り入れていた国などにおいては、風がちょっと不安定になっただけで、ものすごい電力事情の悪化に見舞われるといった事情もあります。また、太陽光パネルが安くはなったといっても、それを非常に広大な地域に敷き詰めるのは、ヨーロッパ地域においてはそれほど現実的なわけではありません。それぞれの家が自分の家で使う電気を消費する分だけパネルで負担を減らそうというのは実現できるのですが、じゃあ産業界全体を支えられるかといえばそういったわけではありません。特にいくらコストが安くなったとは言っても、結局のところ電気代に跳ね返ってくれば以前よりもずっと高くなったなというのが現実としてあります。またそれだけではなく、これからはどんどんと電力が足りないだろうと考えて、原子力発電所の発電能力はこれから2050年に向けて3倍に向けて整備を加速すべきだというような意見もあります。この事情と背景となっているのが生成 AI などをはじめとしたインターネット利用の増大です。初期の頃に比べると生成 AI 関連の発電効率はずっと良くなってきています。しかし一方において生成 AI の使い勝手もどんどんと上昇しています。それに伴って電力効率が良くなったとしても、みんなが使いやすくなったことによって使う人や使う企業が増大することによって必要となる電力ももっともっと増大する。データセンターはあちこちに増設しなければならない。そういった事情によって大規模で大出力で、そして安定している電源といったものは今よりも未来に向かってもっと必要だろうと言われているのです。その時に作るのが原子力発電というわけです。なお、原子力発電所についても年々安全技術などについて進歩しており、古いものを回収して使い続けるよりも、むしろ新規設計のより安全性の高いものを作る方が不安なく電源として利用することができるでしょう。ちなみにこの話は何も永遠にそうだという話ではありません。例えば自然エネルギー関連の話で言えば、バッテリーが容量がもっと大きくなって、そしてどんどんと安くなっていけば、ある時を境にして太陽光発電パネルの有用性といったものは大幅に向上することとなります。このバッテリーの技術の発展は電気自動車の発展にも大きく関係することでしょう。また原発について言っても、核融合発電が実用、そして商業化されるところまで到達すれば、もはや原発を使う理由といったものはないでしょう。ただしそれには50年とかそういうレベルのまだまだ時間がかかることとなります。しかしこれもまた
ある時、他の技術の応用によって大幅に短縮される可能性があります。電力事情に関わっている話として生成 AI の名前を挙げましたが、AI 自身の発達は科学技術の研究を一気に加速させる可能性を秘めています。それは AI の発達に伴って世界全体をシミュレーションすることが可能になれば、科学研究は一気に加速することができる時代がやってきます。これもまた核融合発電の研究開発が進む年月と同じぐらい、どのくらい先になるかは分かったものではありません。というわけで話が長くなってきたので、この辺りで締めましょう。ロシア・ウクライナ間における国家間戦争は様々な戦争の現実を見せつけています。その中から学ぶものは非常に多いわけですが、エネルギー需要に関連しての話題も拾っておくべきでしょう。戦争になったらイコール原発が狙われて破壊されると思い込むのは、少なくともウクライナの事情においては異なっています。もしも敵が原発を攻撃してくるのであれば、その報復として相手に攻撃する、その能力を事前に持っておけば、相手もまたやめておこうと考える可能性が高まるのです。反撃する能力を持っていなければ成り立たない話ではあるので、この点、相手国の原発を全て射程距離に入れておくような長射程ミサイルなどを用意しておくことは必要でしょう。そのような長射程兵器を持つことは、何か日本が軍国主義化するかのように言う人たちがいるわけですが、戦場で起こっている現実を見据えれば、相手を抑止するための兵器といったものもまた必要であることは覚えておくべき重要なポイントだと私は思います。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして情報の更新やアップデートに役立ったなと思われる方は、ぜひとも他の方にお勧めしたり、スーパーチャットのご利用もよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。